通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、卓球からの話題になります。先日、世界卓球2026団体戦が開催されまして、日本チームね、惜しくも金メダルを逃してしまったようですが、ここでね、とあるチームの勝利時の行動というのが物議を醸しているんですね。どうやらですね、その選手らは勝利時のあまりの喜びのために卓球台の上に乗ってしまったというんです。で、これはね、今大会ではもともと女子の大会で発生していたことなんですが、なんとですね、男子もそれに続くと、こういった事態に発展しました。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、すごいのが見えておりますが、先日ですね、5月10日に終わったばかりになるんですが、世界卓球2026団体戦が開催されました。この中でね、ルーマニアの女子チームが、自国にとってはね、非常に素晴らしい結果を残したということで、次の試合があるにもかかわらず、その卓球台の上にね、乗って大喜びするという事態が発生するんですね。で、これは一人だけではなくってね、そのチームメイトも一緒に乗って喜ぶと、こういった事態になったんですね。で、これを見た日本人、それは不快感をあらわにしまして、中にはね、かなり怒る人もいたんですよ。で、僕とね、この話を聞いた時に、取り上げようかなと思っていろいろ調べたんですね。なんですが、これ、取り上げるのやめました。というのもですね、これに対してのバックラッシュというのは、海外ではほとんど見られなかったんですね。一部ね、あったことはあったんですが、もうほぼ無風状態でした。で、このチャンネルね、基本的に海外の話題を取り上げるものですから、ちょっと無風の状態だと取り上げられないなということでスルーしていたんですね。なんですが、その2日後になりますかね。なんとあろうことか中国の男子選手がこれに続きまして卓球台の上に登るということが起きたんですね。なので、これに関してはね、ほとんどが日本の方の反応になってしまうと思うんですが、現状の卓球こんな状態になってるんだよっていうのを皆さんちょっと知っておきたいでしょ。そしてこれを許容してしまうというその海外の文化との違いなどをね、ちょっといつもとは違った視点で見ていければなというように思っております。じゃあまずね、そもそもこの舞台になったのは一体どういった大会なのか。それがこちらになりますね。世界卓球2026団体戦は2026年4月28日から5月10日にかけてロンドンで開催された100周年記念大会となる今大会は初開催地であるロンドンで行われ、男子64チーム、女子64チームが参加した。ということでね、こちらが今回舞台になりました。世界卓球2026団体戦、つまりチーム戦ですね。これがロンドンで開催されました。そしてこれは100周年記念大会だったと。こういったわけですね。で、皆さんね、日本の結果気になるでしょう。まずこちら見ていきましょうか。こちらね、日本の女子チームになりますが、今回ですね、ここね、見えておりますが、銀メダルを獲得しました。で、今回ね、優勝、やっぱりね、強いんですね。中国だったんですが、もしここに勝っていれば、55年ぶりの金メダルになっていたそうです。で、最初優勢だったそうなんですけどね、逆転負けをしてしまったということになってしまいました。そして、男子。これもですね、実は銀メダルでした。今回ね、男女ともに銀メダルだったんですね。日本って強いんですね。そして男子の優勝チーム、どこだと思いますか？中国だったんですね。ということで、今大会ですね、男女ともにワンツーが中国、日本という形で同じだったというわけなんですね。で、まず問題になりましたのが、これね、3位になります。今回、女子団体戦の3位は、ルーマニアとドイツでした。これね、3位決定戦を行わないということで、男女ともにね、3位は2チームあります。女子団体戦の銅メダルはルーマニアとドイツ。そして問題になったのはこのルーマニアのチームでした。それがね、こちらになりまして、これね、ルーマニアのチームですね。このメダルは言葉では言い表せないほど大きな意味を持っています。昨年の世界選手権でメダルを獲得した経験が今回のプレッシャーへの対処にとても役に立ちました。今日の試合前には世界選手権のメダルをかけて戦う感覚をすでに知っていましたし、その経験のおかげで一日を通して冷静さと集中力、自信を保つことができました。このメダルをルーマニアに持ち帰るために自分の持てるもの全てを出し切りたいと思っていました。ということで、今回ですね、こちらルーマニア銅メダルとなりましたが、女子団体ではね、26年ぶりの世界卓球のメダルだったんですね。で、先ほどね、結果をご覧の通り、この後ね、日本に負けることになるんですが、この銅メダルでもね、このルーマニアにとってはめちゃくちゃ意味のあるものだったということになるわけです。そしてこの試合で勝利した時に、こちら卓球王国さんになりますが、これね、かなり積極的に取り上げておりまして、こちらですね、ルーマニア女子2000年大会以来のメダル確定、歓喜のセレブレーションはちょっとやりすぎということでね、こうなるんですよ。はい、ここでね、乗ってきました。当然ね、シューズ履いたままですよ。もうかなりね、怪しいですね。やばいですよ、これ。はい。ということで、このようになるんですね。はい。ここでですね、チームメイトともども、このね、土足で
この卓球台に上がると。靴履いてる履いてないの問題じゃないですけどね。このようになるわけですよ。で、ここで問題になってくるのはですね、この卓球台、この後も試合が予定されていて、使うんですね、この後すぐ。で、当然ながらですね、この卓球台というのは完璧な水平等と非常に精密なね、調整というのが求められておりまして、傾いてちゃ大変でしょ。凹んでも傷があっても大変なわけですよ。なので、これに対してね、こちらの卓球王国さんは、ちょっとやりすぎというような形で記事にしているというわけですね。で、今回のこの写真ね、非常に拡散されたんですが、X でも。例えばこちらですね、ワールドテーブルテニス。このアカウントがね、この動画拡散しているんですが、これね、一体何を言っているのか。フランス代表との激戦を制し、興奮が爆発。最後の試合を締めくくると、ルーマニア代表は、感情を爆発させて歓喜ということで、別にね、これを批判するというような内容じゃないんですね。これ見てください。この卓球台の上で飛び跳ねてるんですね。すごいでしょ、これ。なんですが別にね、これを批判する内容じゃないんですよ。こちらもそうですね、テレ東卓球情報。こちらのアカウントでね、ルーマニアが4強入りでメダル確定。全員で喜びを爆発させるというような形で、この写真をね、さらっと使っているんですが、別にこのアカウントはね、これを批判しているわけではないということです。で、これらの写真が出回った時に、やっぱりね、これ、日本人にとってはね、かなりの違和感があったようで、この下にね、続くんですが、ルーマニア卓球台に乗るの最低、メダル剥奪すべしと。そしてこの下もそうですね。事実だからこの写真を使うのは理解するけど、ルーマニアのこの行動を、のんきに喜び爆発とか表現してる感覚はどうかと思う。そしてこの下ね、やっぱりルーマニア、5人乗っても大丈夫ということでね、この下もね、ずっと同様です。この卓球台に乗るというこの行為に対しての違和感、不快感、これをね、皆さんが書き綴っていると。こういった状況なんですね。じゃあね、先ほどのこちらのアカウントはどうかと言いますと、この下ね、見てみるとやっぱりね、そのほとんどがね、これ、日本人になっておりまして、これに対しての批判をしていると。こういった状況なんですね。じゃあ海外でね、これに対して本当にね、全く批判がないのかというと、そんなことはありませんで、批判はね、あることはあります。ちょっとね、探してみました。まずね、こちら、レディットですね。一応ね、こんなスレは立っておりまして、卓球台の上に飛び乗るルーマニア代表。というか、国際卓球連盟はどうしてこれを見逃しているんだ。卓球台を壊す危険もあるし、実際に壊していなかったとしても、次の試合を遅らせている。みんなはどう思うかわからないけど、これは罰則を課すべきだと思う。他の選手たちに対しても、すごく失礼だ。と、このように言っているんですね。で、この下ね、リプ見てみますと、せいぜい口頭注意か、後から罰金を受ける程度のもんだろう。決勝で優勝して卓球台に飛び乗って祝うのは、大会自体が終わるからまだわかる。でも、準々決勝でやるのはやりすぎだ。まだ試合が残っているんだから。そしてここですね。ルーマニアには500ドルくらいの罰金を課して終わりでいいと思う。その瞬間に感情的になっただけで、卓球台を壊すつもりはなかったんだろう。ルーマニアにとっては、あの準々決勝は実質決勝みたいなものだったんだから。ということでね、そもそもね、中国に勝つというのは、鼻から不可能なんだから、ルーマニアにとってはね、あれは事実上の決勝戦だったんだ。だからこのくらいは多めに見てよと。そういった論理ですよね。で、おそらくね、この空気感というのが、このスレでね、一番多く見られる反応かなというような状況です。で、こちらね、Facebook でもこれ伝えておりまして、こちらの写真を共有してるんですね。こうやって見るとすごいですよね、これ。いや、本当に物置の CM 的なね、さっきありましたが、もはや耐久テストにしか見えませんが。じゃあここでね、みんながどういった反応になっているかと言いますと、この方言ってますね。それはテーブルを台無しにするよ。そしてその下もそうですね。素晴らしい勝利おめでとうございます。でも、テーブルの上に飛び乗るのはやめた方がいいですよと。ただその一方でこの下はね、これについては一切触れておらず、素晴らしいパフォーマンスだったおめでとうと。そしてその下もそうですね。ルーマニアブラボーと、このように言っております。なのでこのあたりを見ても、批判する人はね、いなくはないんですが、やっぱり日本人ほどこれを不快に思っていないというのは、なんとなくわかるでしょう。さっきね、X のリプでは、日本の方を見ればね、批判一色となっておりましたが、その雰囲気はね、かなり違うということですね。で、かなりね、積極的に批判している記事ではこちらになりまして、これね、大手メディアではなくってね、個人ブログです。フランスで、小さいクラブのね、コーチをしているという方のブログのようで、この方はね、かなり積極的に批判しているというような感じですね。こちらね、テーブルに飛び乗らないでとありますね。で、この方がね、かなり詳細に報告してくれているんですが、こちらです。ここでね、ルーマニアの団体が一斉に、この卓球台の上に飛び乗りました。その後ですね、これ決勝じゃなかったんですよ。つまりこの後に試合があったんですね。なので、やっぱりね、このテーブル、調整しなきゃいけなかったんですね。これ今スタッフが集まって、これ調整している模様なんですが、ここもそうですね。これね。そしてね、ここではこんなことも言っておりまして、選手が卓球台に飛び乗ると、台の表面を傷めたり、技術的なトラブルを引き起こす可能性があります。この試合後、卓球連盟の技術チームは試合を止め、
卓球台と機材を慎重に点検しなければなりませんでした。次の試合を正常に開始する前に、新たな調整や再キャリブレーションも必要になりました。調整という意味ですね。で、その詳細な写真がね、こちらに掲載されておりまして、スタッフはね、結構大変だったようですね。ここでもね、キャリブレーションしているということですね。で、こんな感じになったと。そしてこの記事ではね、祝うのはいいんだけど、やっぱりね、周りのスタッフに敬意を払うべきではないか。このようなことが書かれています。で、やっぱりね、積極的にこれを批判してるのは、日本の方ね、すごく多いんですが、やっぱそれに比較しますと、海外ではね、かなり反応が薄いというのは事実なのかなというように思いますね。で、これにはね、やっぱり文化的な背景があると思っていて、海外で生活している方だったらね、お分かりになるかもしれませんが、やっぱりね、アメリカなんかでもそうですけど、土足の文化ってあるでしょ。で、結構ね、靴履いたまま、椅子やテーブルに足を上げるとか、平気でやるんですよ。汚いんですね、基本的に。靴だけに限らずね、日本っていうのはもう本当にめちゃくちゃ清潔な国なので、これ以前もね、ちょっとお話したことあるんですが、アメリカでね、スーパーとか行くでしょ。汚いですよ、本当に。ちょっとこれ、食べたくないな、みたいな。食品が置いてある棚ですらね、めちゃくちゃ汚いわけですよ。で、こういったね、土足の文化というのがあって、当然ね、部屋の中も土足で歩き回りますし、ベッドも靴履いたまま上がるんですよ。信じられないでしょ。皆さん、日本のね、ホテルとか行って、ベッドのちょっと下の方に、色のついた細長い布が引いてあるの。わかりませんか？あれベッドスローとかベッドランナーって言いますけど、これです、これ。この布。これね、これホテルのベッドに引いてあるでしょ。これは、土足のままベッドに上がるから、この足の部分に引いてあるんですよ。じゃないと布団汚れちゃうんでね。日本の場合はね、日本人にとってはこれ全く意味がないので、ベッドメイキングが完了しましたよ、みたいな。あとちょっとおしゃれになるみたいなね、その程度の意味しかないんですが、これはそもそもベッドに土足で上がるから引いてある布なんですね。なのでやっぱりね、こういうのを見た時の反応っていうのは、日本人の受ける印象とは若干違うということですよね。ましてやね、日本人っていうのは物に神が宿ると考える民族ですから、だから根本的に海外とはね、捉え方が違うということなんでしょうね。で、今回のこの一件というのはですね、実はこれでは終わりませんでした。このね、ルーマニアの一件の2日後ですかね。はい、こちらです。先ほど言いましたね。男子の方も優勝したのは中国でした。ここでですね、中国人の選手が見てください、これ。派手にですね、この卓球台の上に乗るということになったんですね。で、これに関してはね、こちら、松丸誠さん、元足立区議会議員さんということですが、保守の政治家だというように言ってますね、ご自身で。この方がね、このように言っています。卓球選手権の男子決勝で、日本を下したリンシードンが卓球台に飛び乗り、胸の中国国旗を指さして誇示する暴挙に出た。中国国内では英雄と称賛の嵐。他国の礼儀失念には厳しいくせに、自国のマナー違反には勝利の名のもとに正当化する。この厚顔無知なダブルスタンダードこそ、中国スポーツ界の品格の欠如を露呈している。ということでですね、中国がね、これをやるのって実はね、初めてじゃないんですね。それがね、こちら、グッチーの卓球活動日記さん。こちらね、2015年にブログとして書かれているんですが、これですね、はい。これ、馬の竜と書いて、マーロンと読むんですかね。違ったらすいません。この選手がですね、2015年世界選手権の初優勝時に、同じくね、このように、卓球台の上に飛び乗ってるんですね。そしてこれを祝ったと。で、やっぱりね、この時も、今回と同様の議論というのがあったようですね。こんなことをすると台を痛めるよという人と、でも喜んでるんだからいいじゃないかと。こんな感じですね。で、男子に関しましてはね、この時もそうですし、今回のね、こちらの一件もそうです。どちらも、決勝での出来事だったということで、一応、ルーマニアの時と違って、この後の試合はないということのようですね。ただこれで傷つけたらね、結局それ修理しないといけないと思うんで、決勝とか準決勝とか関係ないような気がしますが、日本人的にはね、そもそもの礼儀としてこれはありえないというのと、あとこれに対してね、海外の反応がかなり薄いし何の罰則もないというところに苛立ちを覚えていると、こういった状況なのかもしれません。じゃあちょっとね、これに対しての日本の方の反応を見ていきたいと思います。世界卓球ロンドンルーマニアチーム。優勝直後、5人で台の上に乗る不適切行為。メンテナンスに数十分かかり、次の試合に迷惑をかけています。そしてやっぱりここですよね。何より、土足で神聖な道具の上に乗る場面を公衆発信されることは、世界中の人々の道徳欠如、倫理低下を焚きつけると捉えます。ということで、この辺がやっぱりね、海外にはあまりない概念ということなのかもしれませんね。そしてこちら、ライブドアニュース。ここがね、やっぱり一番コメント集まってるので見ていきますが、スポーツ精神を踏みにじる行為では、入賞取り消しが妥当かと。
批判したくなる気持ちはわかるけど、別に神聖なものではないし、弁償さえすればいいでしょう。ルーマニアの場合はね、次があったというのが割と問題のようですけどね。たとえチームメイトがどれだけ喜んで卓球台に上がったとしても、私は絶対に上がらないし、やめろという。自分たち選手が楽しむために、安全に試合ができるために、一生懸命に、丁寧に、命を懸けて作ってくれたものに敬意があるし、ただただ大事に大切にしたいと思うから、その方たちを踏みにじりたくない。一選手だけでなく、チームメンバーも一緒になって台に上がっている様子が救いようがない。それが彼らの文化圏の価値観なのでしょう。テニス選手がラケット投げて壊すのと同じレベルで嫌いだし、嫌悪感も要する。海外のこういう自分の扱ってるものを大切にしないの本当に嫌い。というような形で、ルーマニアチームをね、擁護する声がなくはないですが、多くの方がね、その、ものをね、こういう風に扱う。これに対しての嫌悪感。ここがね、やっぱり大きいのかなというような感じですね。で、現在ですね、地元ではどんな感じなのかなと思って調べてみますと、こちらもそうなんですが、国際卓球連盟が、卓球台に飛び乗る動画を投稿。日本のネットユーザー激怒。非常に無礼。処分すべき。というようなことでですね、これに対して反応する日本人というのが話題になっている。こういった記事がね、結構出ています、今。こちら面白いですよ。これね、ヤフコメのスクショですね。これ、日本語になっておりますが、これスクショです。こういう風になって日本人がね、大騒ぎしていると。これを伝える記事というのが出ているんですね。で、一応ね、お伝えしておきますが、こちらの記事にもね、それが取り上げられておりまして、ここですね。この試合では、ちょっとした一幕もあった。リン・シードンが喜びを抑えきれず、そのまま卓球台に飛び乗って祝福したのだ。すると解説席のチェンチーは、おい、卓球台に乗ってるよ。終わった。卓球台に立っちゃダメなんだよ。と口にしたということでね、このね、チェンチーという人は、オリンピックにもね、出場しております。アテネだったかな、中国の元卓球選手です。で、今はね、コーチとか解説者をしてるんですが、少なくともこの彼はですね、この選手がね、卓球台の上に飛び乗った時に、そんなことしちゃダメだと、このように言ったと報じられています。ですので、中国人みんながみんなね、これに対して何にも思わない、称賛しているというわけではないということですね。はい、ということで本日はですね、先日開催されました、世界卓球2026団体戦において、男女ともに選手が卓球台の上に飛び乗るということが発生いたしまして、これが様々な議論を呼んでいるという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ご覧になっていただくとわかるように、少なくともね、プクタが調べた限りでは、海外にもね、これを批判する意見というのはなくはないですが、ゼロとは言いません。なんですが、日本ほどではないということで、やっぱり世界的に見てもね、日本人が最もこれに対して不快感を示しているということになるのかもしれません。でもこれはこれで面白いでしょ。まさに文化の違いですよね。で、その中でもすごく多いのは、物への敬意。これを言ってる人がすごく多くって、そのもの、そしてそのものを作った人に対しての敬意がないと。こういうのを言う人が多いというのが印象的でしたね。で、今回の一件に関しましてはですね、世界卓球連盟が、この卓球台の上に乗るという動画を拡散してるんですね。つまり世界的に見るとやっぱりこれはね、容認されている行為だということで捉えられているようです。ぜひね、これについては皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。